今日の動画は残り物で簡単美味しく作るまかないシリーズ。前に紹介したお肉たっぷりのミートスパゲッティも美味しいですが、ミンチカツで作るボロネーゼはこれまた食感が異なり、お肉にまとわりついた濃厚なソースとペペロンチーノ風に仕上げた麺の組み合わせが残り物で即席に作ったとは思えないパスタに仕上がりました。はい、今日は前の日に残ったミンチカツ、これを生かしたボロネーゼを作りたいと思います。パスタを入れるためにまずお湯沸かしてこれに塩を入れておきます。1杯ぐらい刻みます。適当です。庭で収穫した唐辛子、中の種を外しておきます。細かく刻んでミンチカツも一口サイズに刻んでおきます。オリーブオイルを敷いてニンニク入れます。唐辛子も入れます。オクラ取っといて、こっちでミンチカツ入れます。少し赤ワイン、ウスターソース、自家製ソースでもいいです。そしてケチャップ、適当です。胡椒で混ぜます。はい、お湯が沸いてきたので麺を入れます。私の子供の頃の日本ではボロネーゼというパスタはなく、ミートソーススパゲッティが主流でした。今の若い人たちは逆にミートソースという言葉よりボロネーゼという方がしっくりくるのでしょう。最近のレシピを見ていると美味しそうなボロネーゼいろいろありますね。このミンチカツを使ったボロネーゼはこの日突然思いついたレシピですが、3年前に昭和レシピチャンネルを始めていつも料理のことを考えているといろいろ応用ができるようになりました。
本当はお昼ご飯前の残りのミンチカツもう少し残ってたので、それをそのまま食べようと思ってたんですけど、息子が朝ごはんに食べちゃったみたいで数が足りなくなったので、急遽このボロネーゼ風スパゲッティにすることにしました。ミンチカツで作るボロネーゼですね。ミンチカツの作り方は過去動画をご覧ください。ハンバーグでも構いません。ちょっとソースが酸っぱいので砂糖をちょっと混ぜます。10g ぐらいかな。美味しそうです。味は OK です。はい、じゃあフライパンにこれ移していきます。多少の茹で汁一緒に入っても構いません。でよく混ぜます。お皿についでたっぷり食べましょう。で上にミンチカツのせます。はい、残り物で作ったボロネーゼスパゲッティの完成です。とっても美味しそうです。もう少しソースかけましょうか。いかがですか？美味しそうでしょう。今回は残り物で作るボロネーゼでしたが、このためにわざわざミンチカツを作っても良いですね。ぜひお試しを。ではまた。Nos vemos。チャウチャウ。